い、地球玉系南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。とっくん、今日月曜日ですね。そうですね。今日月曜日なんですよ。で、午前中にお店にわざわざ訪ねてくださったお客さんがいて、で、しかもご丁寧に僕ととっくんにお土産まで用意してくださってて、ね、今無事にとっくんにお渡ししましたから、もうとっくん泣きそうにね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。なんですが、会いたかったですね。本当ですね。ちょうど午前中でちょっと席外していて、で僕結構午前中に営業で出てることが多いんですよ。営業やめようかなって思ったよね。本当にね。まあ今日の方だけじゃなくて、なんか今までも動画見てますよとか、なんかそういう風な温かい言葉を言っていただいたりとか、あ、本当に店長だみたいな風に言ってもらったりとか、あとはエプロン買いましたよとかね、なんか本当にそういったお客さんがたくさん来ていただけるようになって、もう本当願ったり叶ったりというか、もう本当ありがたい一言に尽きると言いますかね。本当にいつもありがとうございます。本当に島根に来ることありましたら、ぜひぜひ地球堂に立ち寄っていただければと思います。で、僕午前中の営業を少なめにしますから、もう本当に会いたかったね。というようなことがありまして、まあ、月曜日と午前中というキーワードで分かってもらえるんじゃないかなということで、この動画を通してね、まあ、お礼です。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、まあ、今回何やるかと言いますと、前回の動画でも紹介したんですけども、その子で分離した溶剤、あれをどうやってすくうのかというところで、前回の動画と一緒にしたかったんですけど、まあいろいろこういう風にできたらいいのかなとか考えがまとまらなかったので、こうしたらいいんじゃないかなっていうのをこの1週間考えてね、練ってきましたので、やってみたいと思います。それではどうぞお楽しみに。はい、OK です。いや、完璧なんです完璧だね。それではですね、天井で使った溶剤を、どういう風に集めたかっていうのは地球堂に便利な動画ありますので、それは最後に紹介するとしまして、まずは、集めた溶剤をどうやってこしていくのか、どうやって上積みを取っていくのかっていうのを紹介できたらなと思うんですけども、今回用意したのがですね、うちの工作室に5年貯めております。じゃん。その名も5年分のカオス。これ再利用できんのかね、とっくん。真っ黒。超黒いんだけど、まあこれ上積みをね、これ救ってみたいと思います。再利用できるかどうかは一回使ってみて、この動画撮り終わったらね、見てみたいと思いますね。いかん色してるね。で、用意したのがコーヒーフィルター。ろ過してみたらいいかなと思うんで、トノコがどうしても混ざっちゃうんじゃないかなと思うので、でここにスポイトなりね、いろんな方法で、とにかくここに移してこう集めていったら再利用できるんじゃないかなと思いますので、それでやっていきたいと思います。今回手袋必須ですからね。はい、とっくん、誰が誰だか全くわからない状況になりましたが、そうですね。今回匂いしますんでね、溶剤ツールクリーナー使ってますんで、マスクと手袋用意して、もう完全に素性を隠したような状態でやりますが、どうやってやるかと言いますと、スポイトであったりとか、スプーンですくうのはなしかな、スポイトかっていうところなんですけど、今回僕が用意したのはですね、久しぶりにやりますか、とっくん。これだー、ブー、っていう。うまくやってよ、編集とっくん。頼むよ。本当にマスクだからいいものの。もう俺の顔引きつってますから今。こんな感じの、もうまさに理科の実験道具みたいなの用意しましたけど、これあれですよ、巷で噂のサイフォン式ですよ。巷で噂のサイフォン式でろ過できたらいいんじゃないかなと思います。早速開けますよ、とっくん。この5年分の匂いですよ、これ。もうマスク越しに何か感じるものがあるもので、これはもっと早くこの方法を知っていればこんなに黒くなることはなかったのに。どういう原理かと言いますと、この高低差を利用して一度吸ったらこうずっと吸い続けるっていう装置が作れるらしいんですよ。そのサイフォンの原理っていうのを利用してね。で、一旦そのためにはこのチューブをこの液体で満たさなきゃいけないんですって。一旦ここにこうつけるわけですよ。で、このチューブは金魚のエアチューブですから、100均とかで売ってましたんでね。で、これをこのクリップでね、こう止めて、いろんな止め方あるでしょうけど、ちょっといろいろ試した結果、これがいいんじゃないかなと。トノコを吸いたくないので、そのスレスレまでいきます。
でここからこのコーヒーフィルターを通してろ過していきたいなと思うんですね。このスポイトを奥までしっかりグッとやります。でこの時にこのスポイトをちゃんとこう押し切ってから入れないと、押してない状態でこういう糸で吸うぞって言って一回押すとトノコが舞い散るので、しっかりとこの空気を抜いた状態で奥までグッと刺します。でそうするとほらほらとこれ上がってくるんですよ。これほら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 上がってきた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 、ほらほらちょっと待ってね。あやっちゃった。ちょっとやっちゃった。手袋とかマスク必須ですからねこれ。でこうやってグッと刺してチューブを液体で満たすわけですよ。こうやってね、ほらほら満たされた満たされた。でこの時にこの根元をグッと押さえて抜きます。でここから離すとほらほらほらとっくんほらほら、おおほら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 、ちょっと危ない、止めよう。こうやって様子見ながら、ほらサイフォンですよ、サイフォン。これがピーってツーッと、ほらめちゃくちゃ綺麗にこう出てません？いや本当にほらなんかなんだろうな、ヨーロッパの優雅な昼みたいな濃いめの紅茶みたいなそうね、これがあれですよ、5年分のツールクリーナーですよ。恐ろしい恐ろしい。全然こせてるんじゃないこれ。サイフォン式もいいですね。あっという間にねえ、あっという間でしょ。これだとスポイトで何回もスイッチを入れて離す、スイッチを入れて離すみたいな、シンジ君みたいなことにならなくて済みますから。分かる人には分かるトックもよくなるもんね。マウスをセンターに入れてスイッチ、そうですよ、センターに入れてスイッチ、南條の声聞き飽きたよく言ってる言ってますね。一体俺は何時間南條の声聞かなきゃいけないんだみたいなっていう感じで、ほらトノコを全く悪させずニュートルマに終わりましたよ。トノコのこの再利用に関してなんですけども、自分が試したところ 2,3 回が限界かなと。なので、このトノコ 2,3 回は使えますので、あとはここの上澄みもうちょっとギリギリまでしっかりと溶剤取ってもらったら、あとはなんか新聞紙かなんかの上に広げて、で乾かして捨てたらいいのかなと。でこのコーヒーフィルターも燃えるゴミでね、しっかり匂いがありますんで、なんかちっちゃい匂いの出ない生ゴミの袋とかに入れて捨ててもらったらいいんじゃないかなと。チューブはねしばらく使えそうなんで、使えますよ。でもほらこんな感じでクリップにしとけば、ほらなんか専用感出ますよねフィルターの方にはですね、全然トノコが本当ですね、ついてない、よっぽど上手にすくえたんだと思うよこれはサイフォン式いいんじゃないかなと。サイフォン式の話をもう一回するとですね、高さがいるんですよ。高さがまず、この高い位置から低い位置にこう設定して、であとはこのホースに溶剤で満たすってのが大事ですからね。大学の YouTube 何回も見ましたからぜひ参考にしてもらえたらと。うまくいったんじゃないですかね。はいはい、どうですかとっくん。いやーなんかあれですね、めっちゃ綺麗だよね。綺麗にこせましたね。ね、動画で伝わるか分かんないですけど、思った以上に透明なんですけどね。これなんかストレートティーみたいな、再利用で使えるかどうかはちょっとやってみないといけないんですけど、だから皆さんはもっと早い段階でねやってもらえたら。いかんせん5年はないわ。これはもしかしたら吸わせて捨てちゃうかもしれませんけども、今後工作室で定期的に貯めてはろ過して、そうですね、工作室で使ってもらおうかなと思ってます。で今回ですね、これどうやって集めたかと言いますと、クレオスさんから出ているクリーナーボトルが工作室あるんですよ。他にもこのエアテックスさんのこのケトル2っていうんですけどね、でこういったもので洗い終わった溶剤を集めることができます。例えばこうエアブラシでこう、使い終わった溶剤をここにこう刺してこうシューって押すだけですから。ああなるほどなるほど。でここに匂いが軽減するフィルターもねついてますから、なんか適当な容器に集めるよりはこっちの方がやっぱ安全じゃないかな。ちゃんとそれ専用ですからね。こういう感じで急に商売に持っていくっていうね商品紹介の動画なんですよ実はこれ。皆さん青汁のやつはよくあるじゃないですか。これ一体何のいいドキュメントなのか、急になんかちょいちょい緑色のドリンク持ってたなと思ってたけどみたいなね青汁の CM 行くことあるじゃないですか。今回はこれなんですね。ツールクリーナーボトル、エアテックスさんとクレオスさんが出てますんでね、ぜひ購入してもらえたらと思います。はい、終わった方がよろしいようで
どうするこれまあ真面目な話しますと、やっぱりその洗浄の溶剤って一回一回は少量かもしれないんですけど、結局塵も積もったらこういうボトル1本使い切ってるわけですからね、これが再利用できると考えるとかなりエコになるんじゃないかなと。で僕もね貯金結構苦手なんですけど、ちょっと今回の思いのほかうまくいったんで、僕もコツコツ貯めていくのをやってみようかなと思いますので、この動画を見ている皆さんもちょっとずつ貯めてね、貯金だと思ってそうですね。やってもらえたらと思います。こんな感じでね急降下しますけど終わりましょうか。はい、ということで面白いと思った方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもたくさん待っておりますのでいつもありがとうございます。ご視聴どうもありがとうございました。この2つおすすめです。